相手を信じるあまり要求の異常さに気づけない。あなたにはそんな経験がありますか？2026年2月8日、韓国キョンギドシフン市。とあるアパートの高層階から一人の女性が身を投げました。彼女の名はソ・スア。2ヶ月後に結婚式を控え、新しい家庭を築こうとしていた矢先のことでした。そしてスアの死後、彼女が通っていた教会ではある噂が流れます。スアは不倫していて、その男に振られたショックで飛び降りたらしい。結婚を目前にしたスアが別の男に溺れた果ての悲劇。そう言われると彼女にも非がなかったわけではないように思えますが、そうではありません。なぜならスアの結婚も不倫も全て教祖に命じられたことだったから。おそすけんちゃんです。やみやみこちょっと最近運動不足に悩んでまして、ジムとかで解消するとかってさ、すごいハードルが高いし習慣にもなりにくいし、やっぱり家で簡単にできるものって私調べたんだけど、あなたが前なんか買ったとか言ってたリングフィットだ。ちょっと古いね。マジで痩せるらしいわよ。1ヶ月継続して10キロ痩せましたとか人がいたり、もう1個フィットボクシング。あんたやったことある？いや、ないっす。リングフィットはなんかリングの専用のコントローラーだけど、フィットボクシングはもうコントローラー持ってるだけでこう動いたらいいらしいんだけど、やりたくなってきたね。それをさらに進化させたのか面白くしたのが、フィットボクシング北斗の拳があんの。普通にスイッチでできるってこと？そう。飽きるのが一番怖いんだから、こういうのはね。私ちょっとこの3つをね、皆さんやってみようと思うから、あなたがやってるそのゲームで痩せる方法があったら、ぜひ教えてほしい。今回は韓国で起きたある宗教団体にまつわる事件をご紹介します。これね、信者の女性が自ら命を絶ってしまうんですが、その原因は彼女のね、交際する相手、そして結婚する相手をね、含め、全てを教団がね、決めてしまったからと言われてるんです。そんな教団があるわけ？そのまるで親みたいな振る舞いじゃないのよ。これ全くその通りで、この教団のトップは自分と信者の間には親子関係があると信じ込ませていたんです。結婚2ヶ月前という幸せなタイミングでね、唐突に命を絶ってしまった女性。彼女の死の真相を知る一人の青年の告白から、その教団の闇が徐々に明るみに出るんです。結婚直前の転落死。2026年2月8日、韓国キョンギドシフン市。午前11時55分、警察に1本の通報が入りました。すぐ来てください。アパートの上から人が落ちてきて動かないんです。現場に駆けつけた救急隊はアスファルトに横たわる若い女性を発見。彼女の名はソ・スア。彼女は両足を骨折し、骨が皮膚を突き破るほどの重傷でしたが、まだわずかに意識が残っていました。スアはすぐに病院へ搬送されたものの、間もなく死亡。娘の死を告げられ、両親はその場で泣き崩れました。さらに現場には遺書が残されており、スアの転落は彼女自身の意思によるものと判断されたのです。なぜこんなおめでたい時期に？実はスアは2ヶ月後に結婚式を控えていました。ウェディングドレスや式の準備も進めており、忙しくも幸せな日々を送っているように見えた彼女がなぜ唐突に死を選んでしまったのか。答えの出ない問いと深い悲しみを抱えたまま両親は帰宅。するとその日の夜、一人の男性がスアの両親の元を訪ねてきたのです。男性の名はムン・ソンホ。亡くなったスアは J 教会という教会に通っていたのですが、ソンホもまたその教会に通う信者でした。スアの両親とも親交があったソンホは、彼らの顔を見るなり玄関先で泣き出し、深く頭を下げたのです。申し訳ありません。スアさんが亡くなったのは僕のせいなんです。突然の告白に理解が追いつかずにいたスアの両親。きっと親しい友人を亡くして自分を責めているのだろう。両親はそうも考えましたが、ソンホのその後の振る舞いを見るに、どうもそれだけではなさそうでした。彼はその後スアの遺体が安置されている病院にも現れ、本来そばにいるべき婚約者が姿すら見せない中、一晩中スアの亡骸に寄り添い続けたのです。これ単になんか親しいだけの関係には思えないわよね。これスンホとさ、付き合ってたんじゃないの？いや、そうなんですよ。ただそうなると、彼女が婚約者がいる身にもかかわらず、他の男性と関係を持っていたことになるんです。そしてこの複雑な関係を裏で操っていた黒幕がいるんです。スアが亡くなってからすぐに J 教会ではある噂が流れ始めました。スアはソンホと不倫してたらしい。ソンホに振られたショックで飛び降りたんだ。あろうことか、結婚を目前にしたその時期にスアが不倫をしていた。そしてその不倫の末に自ら命を絶ってしまった。その話は両親にとって到底受け入れられるものではありませんでした。
しかし両親に頭を下げに来た孫保の様子からその噂は事実のように思えたのです。さらに追い打ちをかけるように教会の指導者イ牧師までもがスアの両親へ耳を疑うような言葉をかけます。スアは以前から死にたがっていました。彼女の魂は自由になったんです。羨ましいくらいですよ。娘の死を悼むどころかまるで祝福するかのようなその物言い。何かがおかしい。そうやって両親が不信感を募らせていると彼らのもとへこの教会の元信者から連絡が入ったのです。これはあなたたちが見るべきものだと思う。メッセージに添付されていたのは生前のスアと何者かとの SNS 上のやり取りを写したスクリーンショット。その人物は自身をパパと名乗っていました。体が熱い。早くお前と二人きりになりたい。いやらしい声を聞かせてくれ。スアへ送られていたメッセージの数々はどれも性的な意味合いを含むものばかり。このパパという人物はスアの婚約者でも不倫相手の孫保でもありません。その正体はJ 教会の指導者イ牧師だったのです。もう気持ち悪い。若い頃こんないやらしいメッセージ送ってさ、もう聞いただけで鳥肌立ってくるわよ。身の毛もよだつとはこのことですよ。しかもこのイ牧師は信者である孫保とスアの不倫にも深く関係しているんです。彼が教会内で行っていた信者に対する洗脳とは、神を語る支配者。イ牧師は旧約聖書の記述言語であるヘブライ語に堪能なことで知られていた人物。彼は説教の中で頻繁にヘブライ語のダバクという言葉を使用していました。その意味は神との結合。本来は神聖な宗教用語ですが、イ牧師はこのダバクの意味を信者たちにこう教え込んでいたといいます。ダバクとはすなわち体の関係を持つことだ。イ牧師はヘブライ語という一般の人には理解しにくい言語を操れることを悪用し、独自の理論を展開していたのです。自分の最も秘密にしている部分を捧げることこそ真の献身である。体を重ねることで信仰はより深いものになる。当然のごとく本来のキリスト教にこのような教えは一切存在しません。さらにイ牧師は信者に対し自分のことを信仰上の父親だと説いていました。そして女性信者には自分をパパと呼ぶように指示していたのです。イ牧師の本性が現れるのは信者と1対1で行う教えの時間。その最中、彼は相手の反応を見ながら軽いボディタッチを重ねるといいます。信者が違和感を抱いたとしても、相手は教会の権力者であり、拒むのは容易ではありません。そのようにしながら体に触れられることへの抵抗を少しずつ取り除いていくのです。ボディタッチは徐々にエスカレートし、信者を抱きしめながら胸に触れるようなことも。拒絶すれば他の娘たちは言うことを聞いてくれる。なぜお前は教えに背くんだなどと圧力をかけ強引に従わせます。後に自ら命を絶ってしまったスアもこの手口で逃げ場を失った一人でした。信者がさ、自分に逆らえないことをいいことにもう完全に悪用してんじゃないのよ。イ牧師のこの手口は心理学上ではよく知られる手口なんです。というわけで本日のメトラーキーワード、スピリチュアルアビューズについて。スピリチュアルアビューズは日本語で霊的虐待とも呼ばれる概念。宗教的な権威を悪用し、信者を精神的に支配、搾取することを指します。この支配の鍵を握るのがフットインザドアという心理テクニック。小さな要求から始めて段階的に大きな同意を引き出す手口です。心理学者ジョナサン・フリードマンとスコット・フレイザーの実験によると、各家庭にいきなり庭に大きな看板を立ててほしいと頼むと応じた人はわずか 17%。ところが先に窓に小さなステッカーを貼ってほしいと頼み、それに応じた人へ同様の依頼をすると、看板を立ててもいいと答えた人の数は4倍以上になったのです。小さなイエスを口にした人は次の大きな要求にノーと言いづらくなる。イ牧師もまた軽いスキンシップという小さなイエスを積み重ね、少しずつ逃げられない状況を作り上げていったと考えられます。先ほど孫保とスアの不倫にもイ牧師が関係してるって話したじゃないですか。彼は信者に性的な要求をすることにとどまらず、なぜ信者同士に不倫をさせたのか。2025年6月頃、イ牧師は信者孫保にある指示を出しました。孫保、お前はスアと打爆をしなさい。そう、イ牧師は信者同士の性行為までも命じていました。しかも孫保には妻と幼い子供がいます。しかし信者である以上、イ牧師に逆らう選択肢はなく、二人は言われるがまま不倫関係に陥るのです。そして命令されて始まった仲とはいえ、孫保とスアは次第に距離を縮めていきました。すると今度はイ牧師がこんなことを言い始めます。孫保、もういい。スアから手を引くんだ。自分から肉体関係を持てと命じておきながら、今度は唐突に関係を終わらせろと言い始める。傍から見れば何がしたいのか全くわかりませんが、イ牧師のこの言動にも意味がありました。スアも孫保との打爆に慣れてきた。これなら
私ともできるだろう。そう、孫保との不倫は信者を行為に慣れさせて自分との行為に抵抗をなくさせるための布石。イ牧師は58歳と20代の諏訪とは30歳以上も年が離れています。いきなり自分との行為を命じるより同年代同士で慣れさせてからの方が従わせやすいというのが彼の目論見だったのです。パパが直接導かなければお前は間違った道に進んでしまう。私に全てを捧げなさい。あたかもそれが信仰の一部かのように装い諏訪を洗脳していったイ牧師。彼は昼夜を問わず諏訪を呼び出し、社内などで執拗に行為を求めました。この性的搾取は諏訪が教会を離れるまでのおよそ5ヶ月間に及んだとされます。諏訪は望まない相手との行為に肉体的にも精神的にも追い詰められていきますが、助けを求めることはできません。打爆は決して口外してはならないと何度も刷り込まれていたから。こんなデタラメな教えがまかり通っていいはずないでしょ。諏訪はもうこいつの私利私欲のためにさ、不倫させられてたようなもんじゃない。しかもね、このイ牧師は実は過去に所属していたね、教団から異端判定を受けていて、その結果ね、免職処分になっていたんです。それにもかかわらず教会の運営を続けていたというんです。イ牧師は諏訪に対し男性信者との不倫にとどまらず結婚まで強制しました。諏訪、お前はこの男と結婚しなさい。これは神の意志だ。これは原約結婚というこの教会独自の制度。一方的に婚約を命じられても教会の教えを信じている諏訪とその両親は声を上げることすらできませんでした。しかしそれもまた教えという建前を利用した支配の手口。信者の結婚相手すら決めてしまい人生の主導権を完全に握ることでイ牧師はさらに洗脳を強めようとしたのです。こうして諏訪は少しずつ自分のことを自分で決める自由を奪われていきました。この異常な世界の中で複数の男性と関係を持つことになった諏訪。彼女はこの後不倫相手の孫保に全てを打ち明けるんですが、そのことが悲劇へと繋がってしまうんです。搾取の果て。J 教会の信者たちにとって信者同士での結婚や不倫を命じられることは教義の一部。高貴な世界では集団でのこうした関係が許される。拒むのは信仰レベルが低い証拠だ。信者たちはそう言い聞かされており、実際諏訪と関係を持った孫保も自分の妻が牧師や他の男性信者と関係を持たされていたと話しています。イ牧師の住むアパートでは多くの信者が集団生活を送っており、頻繁に互いの家を行き来しては打爆を行っていました。当初は牧師が指定した相手とだけ行うはずだった打爆。それがやがて信者同士が思うままに体を重ねるのが当たり前になっていったのです。元信者はこう言います。あそこはまるで動物の国のようになってしまった。逃げ場のない異常な共同体の中で諏訪は静かに、そして確実に追い詰められていきました。諏訪の母親によると、ある時期から諏訪は口数が極端に減り、部屋に閉じこもって泣き続けていたといいます。そして2025年12月、諏訪は結婚を延期したいと周囲に打ち明けました。その理由は分かっていませんが、もしかすると最初に関係を持った孫保への未練があったのかもしれません。孫保にしても、現在の妻は牧師から命じられてやむを得ず結婚した相手。諏訪との関係が始まってからは彼女との将来を本気で考え、妻と別れる準備を進めていたといいます。そして年が明けた2月6日、諏訪は孫保に牧師の指示で別の男性と結婚することと、その男性と関係を持ったことを告白。孫保はその事実に怒りを覚え、彼女に別れを告げました。教会のルールだとは分かっていても、彼は諏訪に対しては本気だったからこそ受け入れられなかったのかもしれません。翌日、二人は最後の食事を共にしました。諏訪はそこで孫保に思い出の品と一通の手紙を手渡します。私のことは Wi-Fi も届かない遠いところへ旅行に行ったと思ってほしい。そして孫保と最後の食事を共にした翌日の2026年2月8日、皮肉にもこの日はイ牧師の誕生日だった。お父さんお母さんおはよう。寝室から姿を現した諏訪は両親に明るくそう告げる。それは普段と何ら変わらない日常の一コマのはずだった。父さんたちは出かけてくるけど夕飯までには帰るよ。何が食べたい？両親と夕食の約束をした諏訪は彼らを玄関まで見送った。一人きりになった部屋の静寂の中で諏訪はこれまでの日々を思い返した。パパと呼び、誰よりも信じた人にされてきたこと、その人の命令で別の信者と行為に及んだこと。心はずっと悲鳴を上げていたが、信仰が足りないせいと彼女は気持ちを抑えつけていた。しかしそれもとうに限界を迎えていた。そしてたった一人、全てを打ち明けた孫保は自分に失望して去っていった。諏訪はペンを取り、震える指で最後の言葉を綴る。もうこれ以上辛くて寂しい思いをしたくない。ペンを置くと彼女は立ち上がり部屋を出た。そしてアパートの高層階へ向かい、
諏訪の被害は氷山の一角に過ぎず、多くの女性信者が同様の手口で苦しめられていました。諏訪の死をきっかけに教会内での搾取が露見し追い詰められたイ牧師は、一度は全ての真実を明らかにすると約束します。しかし、その約束が果たされる前に彼は、姿を消したのです。しばらく悔い改める時間を持つ。そうメッセージを残し行方をくらませてしまったイ牧師。一部では海外へ逃亡したという噂もあります。諏訪の遺族は弁護士であるいとこの力を借りイ牧師を告訴。他の被害者たちも次々と声を上げ始めてると言います。諏訪の死からおよそ2ヶ月後、事件がメディアで報じられると教会側は、牧師による性的搾取は捏造だと真っ向から否定。2026年4月時点で J 教会は新しい牧師のもと運営を継続しています。報道により J 教会には世間から多くの怒りの声が向けられました。いい大人がなぜ性行為が神聖な儀式だなどと馬鹿げた話を信じてしまったのか。その疑問はイ牧師だけでなく、言いなりになっていた信者に対しても向けられています。なんで信じちゃうのよって言いたくなる気持ちもわかるけどさ、信者たちにとってはその教会が世界の基準になってるわけだからさ、その中にいる人じゃないとその気持ちが完全にはわからないと思うけどね。まあおっしゃる通りで、このスピリチュアルアビューズっていうのは、信じた方が悪いよねっていう簡単な言葉では片付けられないんです。その証拠に韓国では過去にもね、JMS という教団で女性信者の搾取が行われていたんです。裁判所は被害者は洗脳によって抵抗できない状態だったと認定しているんです。自分の人生を自分の意思で選び取っていくはずだった一人の女性。その全ては誰よりも信じパパと慕った人物によって望まない人生へと作り変えられてしまいました。人は一度誰かを深く信じ込むと、その人の言葉を疑うことさえしなくなることがあります。そして気づいた時には手遅れになってしまっていることも。あなたは憧れの相手に対してこの人の言うことなら間違いないと感じた経験はありませんか？おそすけちゃんです。いやー、みやみこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことをやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは、 YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。本当視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までね、入会してくだされば1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画を見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたにはその場の勢いで行動して後悔した経験はありますか？2024年10月26日、北海道江別市午前6時頃、公園を歩いていた通行人が異様な光景を目にしました。遊歩道の上に倒れている一人の若い男性。彼は全裸の状態で全身に怪我をしているように見えました。両腕を頭上に伸ばし、まるで万歳をしているかのような姿勢でピクリとも動きません。この時現場の気温は2度から3度。
明らかに何かがおかしいと気づいた通行人はすぐに通報します。通報を受けて駆けつけた救急隊員が確認したところ、男性はすでに亡くなっていました。被害者は20歳の大学生。犯人はすぐに判明します。その日のうちにこの男性の交際相手だった女が自ら警察に出頭してきたのです。その後合計6人が逮捕され、この事件は全国的なニュースとなりました。事件のきっかけもすぐに判明します。男性が命を落とした理由、それは交際中の彼女に別れ話をしたこと。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。